Seasideマウンテンダウンタウンアイランドイビザカフェ。皆さんこんばんは。 FM ムーブ DJ のヤコミカです。この番組は今話題の音楽情報を中心に FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいります。この後15分間よろしくお付き合いください。はい、始まりましたイビザカフェ。日本の皆さん、ロサンゼルスの皆さん、こんばんは。 Happy New Year. I look forward to working with you again this year. 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さて、2020年までは200年続いた物質的豊かさや社会的権威が大切な時代でした。2021年からの200年は風の時代に突入しました。今からの200年は個人の自由、精神的な豊かさ、スピード感あふれる情報の時代に入りましたね。素晴らしい時代に入ったと直感しております。もともと自由人な私、ワクワクしますね。そういう時代に入ったからか、見に行きたいと思いつつも行けなかったところ、岡本太郎さんの代表作品太陽の塔に行ってきました。1970年の万博の2年半前、岡本太郎さんにシンボルの塔の依頼があったそうです。そんな時間のない中、2ヶ月で太陽の塔のデッサンが出来上がったそうです。素晴らしい瞬発力の発想ですね。この太陽の塔は2018年に復興され、太陽の塔の館内には地下から上へ上へと伸びる前代未聞のオブジェがそびえ立っています。岡本太郎さんが構想した高さ41メートルにも及ぶ巨大造形、生命の木。天空に伸びる一本の樹体に単細胞生物からクロマニヨン人まで生物の進化をたどる33種もの生き物がびっしりと張り付く独創的なインスタレーションで、世界にも類がありません。この生命の木は下から上に向かって原生類から哺乳類へと進化していきます。しかしアメーバは過当で人間が最上級と訴えているわけではありません。示しているのは根源から未来へ向かって吹き上げる生命のエネルギーです。生命の木は単純な生物進化模型ではないのです。この高さ70メートル、基底部の直径が20メートル、腕の長さが25メートル。その異様な風貌は一体何を表しているのか。実は岡本太郎さん本人が何も語っていないため、残念ながらよく分かってないそうです。しかしこの特徴的な3つの顔についてははっきりしています。お腹の部分についてある太陽の顔は現在を、頭頂部の黄金の顔は未来を、背面の黒い太陽は過去を表しています。大阪万博のテーマ館が過去、未来、現在をめぐる構成であったことに加え、作者である岡本太郎さんが人間の身体、精神のうちにはいつでも人類の過去、現在、未来が一体になって輪廻していると考えていたからです。分かっているのはこれだけ。後の解釈は自由です。そしてこの岡本太郎さんの1993年に出版された自分の中に毒を持て、28年も前の本であり、現在の状況とは違う部分もありますが、本質的な部分、人生というものに魂を捧げていた岡本太郎さんの考え方を学ぶことができます。岡本太郎さんは生前パリで芸術を学び、日本に帰国してからは数々の有名な作品を世に出しました。この本を読んでいると、これはちょっとリスクあるしな、なんていう考え方が本当に恥ずかしくなります。選択の岐路に立った時、どっちの道を選ぶのか。一方は言わずすでに慣れた見通しのついた道だ、安全だ。一方は何か危険を感じる、
もしその方に行けば自分は一体どうなってしまうのか不安なのだ。しかし惹かれる。本当はそちらの方が情熱を覚える本当の道なのだ。しかし迷う。この岡本太郎さんはその危険な道を選択し、自分の全存在をかけて芸術作品を作る道を選びました。それこそ戦時中に芸術作品を作っているなんて馬鹿げているといろんな人から非難されました。しかし自分の信念を貫いて芸術作品を作り続けました。そんなことをしていると社会から消されるぞと言われても、消されるならそれで結構ととことんまで戦いました。ものすごい困難を貫き、自分のやりたいことを、やるべきことをやり通したんですね。今現状に満足している人は素晴らしいと思いますし、それでいいかと思います。しかし本当はやりたいことがあっても、自分なんてとかやっぱりできないよなとか、少しでも迷っている人がいらっしゃれば、ぜひこの本を読んでみてほしいと思います。そして著書では出る釘になれと書かれています。岡本太郎さんは小学校時代、友達にいじめられたり先生に殴られたりと壮絶な学生生活を送られたそうです。でも自分の信念は決して曲げず、先生が間違ったことを言うと絶対に抵抗していたそうです。ある時先生に、お前たちは親不孝だ、出てきて謝れと言われ、他の子どもたちは出てきて教壇の前で頭を下げました。しかし岡本太郎さんは決して謝らなかったそうです。その理由は、親不孝なら親に向かって頭を下げるのならわかる。しかしどうして先生に謝らなければならないんだろうと思ったそうです。確かに正論ですよね。しかし当時の教育ですので、先生は鞭を振り回していたそうです。今なら確実に体罰として炎上レベルですよね。大人だから力にはかなわない。しかし出る杭を貫いたそうです。岡本太郎さんはこう述べています。あらゆる場所、あらゆる状況で孤独な出る杭であったのだ。そして叩かれても叩かれても叩かれるほどに、それに耐えて自分を突き出してきた。いや、むしろ出ずにはいられなかった。それが情熱であり生きがいだからだ。どうでしょうか。まだ小学校 2,3 年生で普通はこんな行動はできないですよね。それこそ先生が鞭を振り回して怒っていたら、他の子たちと一緒に謝ってしまうのが普通ですよね。しかし岡本太郎さんは頑くなに出る杭になりました。確かに辛いことも多い。しかしその痛みを感じながらでも、自分の人生を全うするため純粋に自分を突き動かしました。決してこれを真似してほしいという意味ではなく、こんな熱量で私たちと同じ一つの人生を生きていた人がいる。そこが本当に素晴らしいなと感動します。そして芸術は爆発だという言葉、これは皆さんも聞いたことがあると思います。この爆発というのはドカーンと物理的に爆発するという意味ではなく、僕が芸術というのは生きることそのものである。人間として最も強烈に生きるもの、無条件に生命を突き出し爆発する、その生き方こそが芸術なのだ。これだけ聞くと少し理解が難しいかもしれません。これは今この瞬間に生きがいを持つという人々の診断が芸術であり、その思いがものとして表現されたものが芸術作品であるということが言いたいんではないでしょうか。私たちがよく思う、私たちがよく悩むような、自分はこの社会の中でどういう役割を果たせるだろうかとか、自分を他人に認めさせるにはどうしたらいいかということを考えても無意味である。今この瞬間、全くの無償無目的で生命力と情熱のありったけ全ての存在をかけて爆発しろと述べているんですよね。いかに岡本太郎さんが人生を本気で生きているか、今日ご紹介した内容はこの本のほんの一部です。どちらの道を選ぶのか迷ったら危険な道へ行け、出る杭になれ、自分の信念に純粋になることが生きがいである、芸術とは爆発だ、今この瞬間全くの無償無目的で生命力と情熱のありったけで人生を全存在で爆発する、
この本は一貫して岡本太郎さんの生き方、心の奥底から生きることについて述べられた本です。実際岡本太郎さんの生き方について大きな影響を受けた成功者たちはたくさんいるそうです。私はこの太陽の塔と中に展示してある40メートルにも及ぶ生命の木、この作品に感銘を受けてこの本を読んでみました。百聞は一見にしかず、戦前に海外留学をしたということもあり、やはりいろんな経験や経験、そして情熱、それが相まって岡本太郎さんの人生を爆発させたんでしょうね。少しピカソっぽい雰囲気がするのも、岡本太郎さんの中にヨーロッパの経験の風が流れているんですね。私もかなり暑苦しいタイプなんですが、2021年の新年早々、岡本太郎さんの熱い爆発を体験して、とてもワクワクする楽しみな2021年の幕開けになりました。2021年、風の時代の幕開け、ぜひ皆さんも時間を無駄にせず人生を爆発させてくださいね。本日はそんなヨーロッパにちなんで、私の本ジャンルであるヨーロッパのテクノミックスでお送りいたしました。FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいりましたイビザカフェ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組に対するご意見やメッセージはファックスと E メールで24時間受け付けております。ファックス番号は 078-334-2761、 メールアドレスは神戸@fm-move.com、 ムーブの綴りは MOOV ですのでお間違いのないようにお願いいたします。あるいは FM ムーブ神戸のウェブサイトからリクエストフォームをご利用ください。では皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお耳にかかりましょう。イビザカフェ、お相手はヤコミカでした。Have a good night!